半導体は小さくするほど進歩する。ずっとそう信じられてきました。でも性能を欲張るほど、今度は1枚のチップそのものが大きくなる。ここで物理がそこまでと言い始めます。これはモノリシック SOC。演算、記憶、入出力を1枚のシリコンへ収めた姿です。配線が短く、会話も早い。一つのシャラ体としては、とても美しい。ただし回路は無限の広さへかけません。製造装置が一路に移せる範囲は、およそ 26mm×33mm。巨大化には、まず撮影範囲の天井があります。面積が広いほど、どこか一箇所の血管に当たりやすい。大きな一枚は、一点の傷で全体を失う。小さく分ければ、傷んだ部分だけをのけます。そこでチップレットです。計算役、キャッシュ役、入出力役を小さな台に分け、パッケージの上でもう一度チームを組ませます。半導体版の分業です。1枚なら通信は有利です。しかし大型台は高価になり、ぶどまりも下がる。分割すれば接続の難しさは増えますが、良品だけを組み、必要な機能だけを更新できます。線を細くする技術と、チップを広くする技術は別物。微細化できても、1回の露光面積は勝手に広がりません。ここ、最初の混乱ポイントです。同じ数の血管があっても、小型台なら使える個体を多く残せる。ぶどまりとは、作った中で良品として使える割合です。分割は、失う面積を小さくする考え方でもあります。しかも全部を最先端プロセスで作る必要はありません。演算だけ新しくし、愛用は成熟した製造法へ任せる。高い場所に、高い技術だけ使う。合理性、全工程です。1枚を諦めたのではありません。1枚が持っていた速さを、複数の台でどこまで取り戻せるか。その問いが、レチクル、接合、通信、3次元化を1本につなぎます。では最初の壁、回路を焼き付ける装置の視野から見ましょう。シップの回路はペンで描くのではありません。光をレチクルという原板へ通し、レンズで縮小して、感光剤を塗ったウェハーへ転写します。レチクルは回路模様を持つ原板。実際の台へ映る1回分の範囲が露光フィールドです。ここでは約858平方ミリという面積が見えます。左の巨大台は1個の血管で丸ごと不良。右の小型台群なら血管を含む1個だけ外せる。分割の経済性が一目でわかります。細い線をかけるかは光の波長とレンズの性能で決まります。ただし再線化の限界と一度に映せる面積の限界は別です。DUV は新紫外線。EUV はさらに短い極端紫外線。EUV は微細な回路に強い一方、光を空気もレンズも通しにくく、反射鏡と真空が必要です。レチクル内を収める巨大台と、複数フィールドで作った小型台を後から統合する構成。境界を製造装置の外へ移したのがチップレットです。感光剤を塗る、露光する、現像する、削る、マスクを外す。この積み重ねで一層化でき、何十層も重ねて回路になります。原板の模様は、投影光学系で小さくして写されます。レチクルとウェハーは、同じ大きさの絵ではありません。しかも単なる影絵ではない。微細な溝で光が回折し、その光をレンズが集めて像を作る。波としての光を制御する工程です。線幅が縮めば、同じ面積へ回路を増やせる。しかしフィールドの外周は広がらない。密度の進歩だけで巨大化の壁は消えません。ステッパーは1画面ずつ、スキャナーは細いスリットを操作して露光します。現代の先端露光では、このスキャン方式が中心です。隣り合う露光をつなぐ技術がスティッチング。ただし、境界のズレや重なりが配線へ影響し、設計も検査も難しくなります。ハイ NAUV は、より多くの解説光を集めて細い線を描きます。ただし、1回の露光フィールドはむしろ狭くなり得る。万能拡大鏡ではありません。レチクルは原板。露光は光で映す行為。ウェハーは映されるシリコン。3つの名を分ければ、工程が急に見やすくなります。フォトマスクは原板の総称。レチクルは縮小投影装置で使うマスクを指す言い方です。現場では近い意味で使われることもあります。DUV は透過型レチクルとレンズを使う成熟した技術。多くの工程で今も重要です。EUV は反射型レチクルと多段ミラー。装置は大掛かりですが、より微細な構造を描けます。これがレチクル限界。1回の露光で作れる大面積には上限がある。複数フィールドをつなぐには別の難しさを引き受けます。レチクルの傷はウェハー上へ何度も複製されます。だから原板の正常度と検査は製品1個より重い責任を持ちます。各台をフィールド内で作り、インターポーザーや基板の上で再結合する。露光の境界を接続の設計へ変換しています。勝負は線幅だけではありません。露光、無度米、電源、冷却、接続をまとめて扱う。統合の競争へ移りました。光は曲がり、重なり、像になる。
その小さな物理が、巨大な AI チップの外形まで決めています。1枚の巨大 SOC を機能ごとの小さな台へ分け、同じパッケージ上で一つのシステムとして動かす。それがチップレットです。計算する台、データを近く置くキャッシュ台、外と離す培養台。名前は小ささではなく、役割を示します。台はウェハーから切り出した裸のシリコン。チップは実装され使える部品。シップレットは他の台と統合される前提の機能体です。小さく切れば、一つの欠陥が奪う範囲を狭められる。良品を選んで組むことで、ぶどまりを上げやすくなります。演算は最先端。IO は成熟濃度。キャッシュは密度重視。用途ごとに製造法を選べるのが意思統合の強さです。同じ計算台を並べる均質構成と CPU、IO、HBM などを混ぜる意思構成。分割の形は処理の性格で変わります。SOC は1枚へ機能を統合。シップはパッケージ内へ複数部品をまとめる広い概念。MCM は複数台のモジュール。シップレットは連携前提で設計された台です。台は置くだけでは離せません。送受信回路である配、物理接点、パッケージ配線が2つの回路をつなぎます。弱点も明快。通信の遅延と電力、先端パッケージの費用、熱の集中、検査の複雑化、分ければ全部安い。まあ普通に負け筋です。それでも、計算、記憶、入出力、光接続を必要な数だけ組む設計は、大規模 AI に向いています。パッケージが構成可能な計算機になります。大事なのは、何個に分けたかではなく、どこを境界にしたか、通信が多い回路を遠ざければ、シップレットの利点を自分で消してしまいます。分割は目的ではありません。失う距離より、得るぶどまり、再利用、製造パーソナライズが大きい時に選ぶ設計です。負けた台をどこへ置き、なんでつなぐか。ここからはパッケージの話です。緑の基板はただの台ではなく、信号、電源、外部端子をまとめる土台です。2.5D では、台の下へ細かな配線を持つインターポーザーを敷きます。ロジックと HBM を基板より高密度につなげます。前面へ高価なシリコンを敷く代わりに、必要な場所だけ小さな橋を埋めるのがシリコンブリッジ。インテルの EMIB が代表例です。RDL は再配線層。台の細かな端子を外側へ引き広げて並べ直します。シリコン全面を使わず、薄い配線層で接続範囲を広げられます。3D は上下へ積む構成。配線は短くなりますが、下の台へ熱がこもる。近さのご褒美と、明確の請求書が同時に来ます。AI アクセラレーターでは、ロジックを中央、HBM を横よく 2.5D が多い。大容量メモリーを近づけながら、上面から熱を逃がしやすい配置です。2D は安く熱に強い。2.5D は横方向の高帯域。3D は最短配線と高密度。数字が増えるほど偉い。ではありません。パッケージ内では、信号は横へ走り、電源は下から上へ届き、熱は外へ逃げようとする。3つの流れを同時に成立させなければなりません。標準パッケージ、インターポーザー、ブリッジ、RDL ファナウト、3D 積層。選択基準は、距離、帯域、電力、熱、コストです。台を分けるほど、パッケージが担う仕事は増えます。配線、電源、冷却、検査、外側だったものが、設計の中心へ入ってきます。では、その台と土台は何で触れているのか。次は、目で見るには小さすぎる接点を拡大します。台とインターポーザーの間に並ぶ、小さな接点。これがマイクロバンプです。信号と電源を通し、2つのシリコンを物理的につなぎます。昔ながらの細い金線は端からつなぐ。クリップチップは台を裏返し、面全体のバンプでつなぐ。端子数を一気に増やせます。普通のバンプより間隔を狭めたものがマイクロバンプ。ピッチが小さいほど、同じ面積へ多くの接続を受けます。下から金属パッド、密着と拡散を支える UBM、銅ピラー、先端のハンダー、小さな玉1個にも、ちゃんと層構造があります。パッドを開き、UBM を作り、型を置き、銅をメッキし、ハンダを形成して型を外す。最後に加熱すれば、ハンダが接合形状へ整います。台を正確に合わせ、熱と圧力で接合する。小さいから雑で良い。とは正反対。小さいほど立地ずれが致命傷です。隙間へ樹脂を入れるランダーフィルは、接合部へ集中する力を分散し、熱膨張差からバンプを守ります。HBM では、TSV が台内部を縦に通り、マイクロバンプが台同士をつなぐ。同じ縦配線に見えても、仕事は別です。マイクロバンプは台間、チオンは台とパッケージ、BGA はパッケージと基板。外側へ行くほど接点は大きくなります。ティッチをさらに縮めると、ハンダの丸みが邪魔になる。そこで銅同士を直接つなぐハイブリッドボンディングへ進みます。信頼性を壊すのは、位置ずれ、空洞、割れ、未接続、
外から見えないため、断面や電気特性から探します。X 線は形、超音波は剥離や空洞、電気試験は導通、断面解析は最後の確証、検査方法も1種類では足りません。組む前に良品台を選ぶ。これがノーングッド台です。高価なパッケージ、不良品を混ぜないための基本になります。たった1個の悪い台で、全部の台と基板が巻き添え、積層ではぶどまりが掛け算になるので、事前検査はコスト対策そのものです。台単体の良品率、接合の成功率、完成後の検査、段階ごとに不良を除くほど、後で失う価値を小さくできます。接点は小さい。でも、製品全体の成否を握る。ここがマイクロバンプの本質です。次は、ハンダの形そのものをなくし、銅と絶縁膜を面で接合します。ハイブリッドボンディングは、銅パッド同士と、その周囲の絶縁膜同士を直接接合する技術です。ハンダをなくし、接点を短く細かくします。左は銅柱とハンダ。右は銅と誘電体の面接愛。右は高さが低く、規制抵抗や容量を抑え、多数の接点を置きやすい。穴を作り、マリアと銅を形成し、CMP で磨き、洗浄し、位置を合わせ、仮接合、アニール、接合だけでなく表面作りが主役です。銅が出すぎても、へこみすぎても接続できません。数ナノメートル級の平坦さが、接点の成否を決めます。粒子が1個あれば、その周囲が浮いて大きな未接合領域になる。正常度、全肯定、誇り、全否定です。ウェハートゥウェハーは、2枚を一括で接合します。高い生産性と位置精度を得やすい一方、悪い台も一緒に結ぶ危険があります。良品だけを選びたいなら、台を1個ずつ置く台2ウェハー。遅く高価ですが、無止まりを守りやすい。ハイブリッドボンディングは、接合面をつなぐ。TSV は、シリコン内部を貫く。上下の台へさらに通路を伸ばすとき、両者は組み合わされます。TSMCSOIC、インテルフォベロスダイレクト、AMD3DV キャッシュ。製品名や製造プラットフォームは違っても、微細な同直接接合が重要な核です。キャッシュをロジックへ、SRAM を演算機へ、ロジックを別のロジックへ。接続が細かくなると、機能を上下へ折りたたむ設計が可能になります。CMP は削るだけでなく、ウェハー全面を同じ高さへ揃える工程。ここが乱れれば、接点が一斉に不安定になります。浅いくぼみは、アニール時の銅膨張で埋められる。しかし深すぎるくぼみは届かず、抵抗増加や未接続になります。最初は絶縁膜がつき、加熱で銅同士の結合が育つ。低温で接合できるほど、回路への熱ダメージを減らせます。材料ごとの熱膨張差は、反りと応力を生みます。だから低温化は、ぶどまりと信頼性のために重要です。ティッチが狭いほど、位置合わせ誤差の許容幅も狭い。高密度化は、装置精度への要求をそのまま引き上げます。台2ウェハーでは、検査済み台を拾い、狙った場所へ置き、接合する。良品選別と高密度接続を両立する工程です。回路面同士を向かい合わせるフェース2フェースは最短接続。2面側へ重ねるフェース2バックは TSV が必要ですが、積層を伸ばしやすい。配線が短くなれば消費電力は下がる。しかし積み方が悪ければ熱は悪化する。接合技術だけで冷却問題は解けません。マリア層は銅が絶縁膜へ拡散するのを止めます。見えない薄膜ですが、漏れと信頼性低下を防ぎます。バリアは閉じ込め、シードは均一な銅メッキの土台。直接接合の下にも、役割の違う薄膜が支えています。TSV はスルーシリコンバイア。シリコンを縦に貫くシルベ電路です。中央の銅を、シード、バリア、絶縁ライナーが囲みます。穴を深く掘り、絶縁し、マリアを作り、薄い銅を種にしてメッキで埋め、磨き、メハを薄くしてイメへ露出させます。深い穴は、削る工程と側壁を守る工程を交互に繰り返すウォッシュプロセスで作ります。円の波模様は、その反復の痕跡です。絶縁膜はシリコンへの漏れを止め、マリアは銅の拡散を止め、シートはメッキ電流を運ぶ。最後に銅で満たします。入り口が先に閉じると、中へ空洞が残る。これがボイドです。メッキ速度、穴の奥と入り口で制御しなければなりません。TSV は台内部の縦配線。マイクロバンプとハイブリッドボンディングは台間の接点。似た断面でも、つなぐ場所が違います。HBM では、隔離ラム台を TSV で貫き、下のベース台へ信号と電源を運びます。積層メモリーの背骨です。インターポーザーにも TSV が使われ、上の台から下の有機基板へ通路を下ろします。銅とシリコンは、熱で膨らむ量が違う。周囲へ応力が生まれるため、トランジスタを近づけないキープアウトゾーンを設けます。将来は細いナノ TSV で裏面から電源を入れ、鏡面配線を信号へ譲る構成が重要になります。銅は抵抗が低く、メッキで深い穴を埋めやすい。拡散しやすい弱点は、バリア層で抑えます。シリコン、
絶縁ライナー、バリアシード、中心の塔、1本の縦配線が材料広角の50層になっています。TSV は最初から貫通しているとは限りません。表面から穴を作り、後でウェハーを薄くして裏側へ出します。深さを直径で割った値がアスペクト比。細く深いほど密度は上がりますが、穴掘りも膜形成も充填も難しくなります。メッキ遅れの余分な銅を CMP で除き、平坦にする。削りすぎも残しすぎも、次の接続を壊します。トランジスタより前に作るバイアファースト、途中のバイアミドル、配線後のバイアラスト。いつ作るかで、耐熱条件と自由度が変わります。貫く線と、接する点、両方が揃って、HBM や 3D ロジックの縦経路になります。電源 TSV は太く抵抗を下げ、信号 TSV は本数と配置を重視する。一本の形にも用途の違いがあります。内部ボイド、未充点。割れは外から見えにくい。X 線、超音波、電気試験、断面観察を組み合わせます。銅は熱も運ぶので高熱経路になり得ます。ただし熱源の位置と接触先が悪ければ、熱を別の層へ渡すだけです。TSV を増やしても、はい、消費電力、動機、配線混雑、熱が先に限界へ届く。帯域は本数だけでは決まりません。TSV は道路、ライト大回は信号を走れる形へ作る送受信機。道路だけではデータは動きません。細くすれば高密度になりますが、抵抗、発熱、欠陥、検査は厳しくなる。小ささは別の制約を呼びます。裏面電源は電源経路を短くし、表面配線の混雑を減らす。低配線は 3D 積層だけでなく、単一台の電源設計も変えます。TSV は万能な放熱策ではありません。熱源、材料、接着層、ヒートスクレーターまで含む経路で判断します。高帯域、単配線、電源強化。その代わりに、応力、無溜まり、検査、コスト、縦の近道にも通行量があります。TSV から高密度化、ハイブリッドボンディング、未面技術へ、縦方向の接続は AI チップを平面の外へ導きます。ファイはフィジカルレイヤーの送受信回路、デジタルデータを電気信号へ変え、接点と配線へ送り、相手側で再びデータへ戻します。TSV やバンプは道、ファイは料金所ではなく、信号を作り、受け、時刻を合わせる送受信設備です。送信側はバッファー、イヤボックス、シリアライザー、タイミング調整、ドライバーを通して信号を外へ押し出します。受信側は反射を抑え、微弱な信号を増幅し、正しい瞬間でサンプルし、並列データへ戻します。近距離では多数の低速線を並べると電力と遅延を抑えやすい。遠距離では少数の高速シリアル線で配線数を減らします。データと別にクロックを渡す方式は近距離で扱いやすい。信号から時刻を復元する CDR は長距離に強い代わり、回路が複雑になります。複数レーンは同時に送っても到着がずれる。その差をバッファで吸収し、レスキューで一列へ揃えます。長い基板配線は損失が大きく、電力も必要。先端パッケージ内の短距離なら、低電力で高い帯域密度を狙えます。ダイトゥーダイファイはミリ単位の近距離。外部サーデスは基板、コネクタ、ケーブルを超える。似た送受信でも、鍛える距離が違います。帯域は、レーン速度だけでなく、置ける本数、台部長、電力、熱、不良レーンの予備まで含めて決まります。ファイは台の端に面積を使い、デジタル回路と物理配線の間へ座る。分割しすぎれば、回だけであたりが埋まります。導線やバンプがインターコネクタ、送信機と受信機が入、同じ接続図の中でも、物と回路を分けてみます。上位データをレーンへ割り、タイミングを整え、必要な振幅で駆動する。送信側は信号の出発ガチャを作ります。受信側は、崩れた波形を透過し、目が最も開く時刻を探し、0と1を判定します。並列は配線が多く低速、シリアルは配線が少なく高速。どちらが正義かではなく、距離と実装で選びます。生の帯域は、1レーンの速度×レーン数。ただし、誤り訂正や制御情報があるため、アプリが使える実行帯域は少なくなります。横接続は台の上げるに何ギガ置けるか、3D は接合面の1平方ミリに何ギガ置けるか、強化軸そのものが変わります。クロックを別線で渡せば完結。埋め込めば線は減るが復元が必要。時刻の運び方が、遅延と回路量を左右します。起動時には相手を見つけ、速度を合わせ、レーンを揃え、誤り率を確認する。これがリンクトレーニングです。壊れたレーンを切り離し、予備を置き換える。完全無欠を要求せず、故障を吸収してリンクを成立させます。TJ、ビットは1ビットを送るエネルギー。数字が低いほど、同じ帯域を少ない電力で運べます。遅延はドライバー、配線、受信、同期、プロトコルへ分かれる。短い配線でも、
回路段数が多ければ遅くなります。通信量の多い境界を切ればファイが巨大になる。だからファイは、できたチップレットをつなぐだけでなく、どこで分けるかを先に決めます。検査では信号を戻すルークバック、疑似乱数列、合図、自己診断を使い、速度と誤りを確認します。ファイは土台、キャッシュの整合性を守る誤比例子は上位プロトコルの仕事です。アドバンスドパッケージ用ファイは、短い距離、細かなキッチ、多数レーンへ最適化されます。スタンダードパッケージ用ファイは、粗い配線と長めの距離を超えるため、強い駆動と透過が必要です。3D ファイとハイブリッドボンディングを組み合わせれば、接合面全体を使う超高帯域へ進めます。近ければ細く足す、遠ければ強く小数、信号のルテに合わせて解を選ぶ。次は、その度の共通ルール、UCIe です。UCIe はチップレット向けの共通接続仕様です。USB のような共通項に例えられますが、コネクタ1個ではなく、複数の層を決めます。上からプロトコル、大カナダクター、はい、パッケージチャンネル、意味、運び方、電気信号、物理経路を分けて標準化します。フィジカルレイヤーは信号生成、受信、クロック、レーン整列、リンク訓練を担当します。アダプターはパケット化、CRC、再送、電力状態などを処理し、上位プロトコルとハイを切り離します。TCIe を運べば汎用 IO、CXL を運べばメモリー共有や誤比例子へつなげられる。UCIe 自体は通り道を提供します。ストリーミングは連続データを効率よく運ぶ。ローは余分な処理を減らし、独自方式を低遅延で通す。用途で選びます。フリットは転送の小包、宛先などのヘッダー、本体、誤り検出情報をまとめます。受信側が CRC 不一致を見つければ、再送を要求する。高速でも、誤りを黙って通さない仕組みです。データはプロトコルからアダプターファイ、接点、回線を渡り、相手側で逆順に戻ります。PCIe、CXL、ストリーミングと、同じ土台へ違う会話を載せられることが、UCIe の柔軟さです。サイドバンドは起動、リセット、管理、障害通知の補助経路、主役のデータ線を動かす裏方です。UCIES は標準パッケージ向け。距離が長く配線も粗いため、信号を強く保つ設計が必要です。UCIe は先端パッケージ向け、距離が短くピッチも細いので、低電力で高密度にできます。同じ UCIe ファミリーでも、ハイは同一ではありません。物理距離が違えば、駆動、透過、レーン構成が変わります。UCIe3D は上下積層向け、接合面へ多数の短い接続を置き、面積あたりの帯域を高めます。UCIe3D は通信の仕様。ハイブリッドボンディングは、銅と絶縁膜を結ぶ製造技術。競合せず、組み合わせて使います。GT、テスは1秒あたりの転送回数。実行帯域は、レーン数、符号化、誤り訂正、プロトコルの負担で変わります。転送回数を2倍にしても、消費電力、信号品質、ぶどまりまで同じにはなりません。理論帯域と使える帯域を分けてみます。世代が進むほど、管理、信頼性、帯域、対応パッケージ、3D 接続が拡張されます。異なる会社の台も、はい、配置、上位プロトコル、電源、熱、製造条件が合えば接続できる。標準化は無条件の互換性ではありません。UCIe 単体はキャッシュコ比例子を保証しません。CXL など、上位の仕組みが整合性を担います。UCIe は万能な周辺機器規格ではなく、チップレットを相互接続する共通土台、物理と論理の境界を揃えるための言語です。3DV キャッシュは CPU-SRAM キャッシュ台を積み、ハイブリッドボンディングと TSV で近接させる製品技術です。キャッシュは CPU に近いほど小さく速い。V キャッシュは大容量の L3 を近づけ、遅い DRAM へ行く回数を減らします。SRAM は高速でリフレッシュ不要。ただし面積が大きい。DRAM は高密度ですが遅く、定期的な再書き込みが必要です。上へ積めば配線を短くし、帯域と電力を改善できます。代わりに熱と製造難度が増えます。信号は微細接合を通り、TSV は必要な層を貫く。接点と貫通配線が別々に働きます。第2世代では CPU をキャッシュを下へ置き、熱い CPU をヒートスプレッダーへ近づけました。弱点はコスト、熱、使い切れない処理、検査、キャッシュが効く用途ほど価値が高い技術です。3DV キャッシュは専用の密結合で、UCIe を使う汎用チップレット接続ではありません。フォベロスダイレクトは、同直接接合でロジックをアクティブなベース台へ積むインテルの 3D 統合技術です。通常フォベロスはマイクロバンプ、ダイレクトはバンプを使わない CU2CU 接合。ピッチを縮め、接続密度を高めます。アクティブ、ベース台はただの板ではありません。ネットワーク、IO、電源管理、クロックを持ち、上のタイルを動かします。
回路面同士なら最短。尾面を挟む積層なら TSV が必要。積層方向が配線と放熱を決めます。ピッチが小さければ設定数は増えますが、電力、無止まり、パイ面積との釣り合いが必要です。縦はホベロスダイレクト。横は EMIB。上下と左右の接続を組み合わせます。フォベロスダイレクトは実装技術、UCIe は通信仕様、SAR が違うので、同じ製品内で共存できます。SOIC は TSMC の 3D 統合プラットフォーム。同直接接合で積み、必要ならコアスの上へ乗せます。SOICS は高密度な同直接接合。SOICP はより広い用途と実装条件へ対応する系統。接続密度とコストの狙いが違います。良品台を選べるチップオンウェハーと、一括接合するウェハーオンウェハー。選別性と生産性の交換です。3D 接合は研究室だけでなく量産へ進んでいますが、用途ごとにピッチ、無止まり、熱の成熟度は異なります。コアスはロジックと HBM を横へ高密度接続する 2.5D 系プラットフォームです。コアス S はシリコンインターポーザー、R は RDL、L は局所シリコンと RDL の組み合わせ。面積、配線密度、コストで使い分けます。SOIC で縦に積み、コアスで HBM を横よく。これが 3DX3D という考え方です。インテルはフォベロスと EMIB、TSMC は SOIC とコアス。名前は違っても、縦の密結合と横の大規模接続を組みます。製品、3D 接合、2.5D 統合、局所ブリッジ。技術名を同じ階層へ並べないことが理解の近道です。ハイブリッドボンディングは台を電気的に近づけます。しかし製造、検査、熱まで1枚の SOC と同じにはなりません。通信仕様と実装技術は別層。UCIe は会話を、各パッケージ技術は、空体のつなぎ方を定めます。難所は接合だけではない。熱、電源、クロックタイミング、検査、無止まり、設計ツールまで一緒に解く必要があります。横のパッケージ、縦の積層、面の接合、3つを重ねて初めて、現代の 3D システムになります。性能を決める単位は第1枚から、パッケージ全体へ移ります。SRAM や局所メモリーは積みやすい。発熱の大きい演算機やアナログ回路は配置が難しい。分割基準は、短くなる配線の利益が、熱、電源、検査の費用を上回るかです。上にメモリー、中に演算、下に電源と対応。これは一案で、熱源と冷却面の位置で入れ替わります。折りたたみやすいのは、繰り返しブロック、SRAM、局所通信、大電流と全域クロックは難しい。近づけたい機能を選び、熱、電源、外部接続、テストの出口を残す。積層は距離の設計です。面積、熱、電源、検査を通過した機能だけを積む。全部上へ乗せる夢ではなく、成立する部分を選ぶ技術です。ロジックホールディングは、完成したチップを重ねるだけでなく、平面の機能ブロックを上下へさえ配置する考え方です。長く横へ走っていた配線を、短い縦配線へ折る。距離を削るのが第一の目的です。配線が長いほど抵抗と容量が増え、遅延と電力が大きくなります。縦の近道は、その負担を減らします。配線短縮、帯域密度、製造パーソナライズ、平面面積の削減、積層の価値は高さではなく、この4つです。規則的なメモリや反復回路は分けやすい。厚い演算機、アナログ、高速クロックは難しい。キャッシュオンロジックは、大容量 SRAM を演算機の真上へ置き、データ待ちを短くします。同じ演算ブロックの反復は、規則的に積みやすい。ただし熱が同じ場所へ重なります。ALU とレジスター、命令を配る側と実行側、論理上は分けられても、往復が多すぎれば縦接続が巨大になります。密度が得意な層と、大電流駆動が得意な層を分ける。製造濃度の得意分野も立体化できます。バーチカルノックは、上下の層を結ぶネットワーク、縦方向もデータの渋滞設計が必要です。アクティブベース台は、ノック、IO、電源、クロック、メモリー制御を引き受ける土台です。ハイブリッドボンディングの細かな接点がなければ、回路ブロック級の密結合は成立しにくい。SOIC とフォベロスダイレクトは、異なる製造基盤からロジックホールディングを可能にします。UCIe3D は相関通信の共通化、ハイブリッドボンディングは物理接合、密結合では専用ファイも残ります。尾面電源は、信号配線と電源配線を分離し、積層した回路へ電流を届けやすくします。尾面は電源だけでなく、将来は信号やセンサー統合の面にもなります。最大の敵は熱。層を重ねるほど熱流が干渉し、奥の台ほど逃げ道を失います。熱い台を上へ置くだけでも不十分。電源、配線、機械強度、冷却面を同時に最適化します。全層共通クロック、層別クロック、非同期に近いギャルズ、
時刻の分け方も設計対象です。タイミング解析も3次元になります。遅延は平面配線だけでなく、接合と相関係は広がります。EDA は配置配線だけでなく、総分割、熱、電源、無止まり、費用を探索する道具になります。テストは積む前、積む途中、積んだ後、早く不良を見つけるほど損失を減らせます。各層の無止まりが高くても、積層全体では掛け算で下がる。接合良品率も加わります。一括接合は早く、良品選別接合は無止まりを守る。量産性と選別性の交換です。演算、SRAM、NOC、IO、機外接続、HBM、パッケージ全体が1台のコンピューターになります。HBM は横なら冷却しやすく、縦なら近い。容量、熱、修理性で選びます。縦は低遅延、横は大容量と熱の余裕。SOIC とコアスは両方を使います。光 IO はパッケージ足へ置きやすい。熱源から離しつつ、電気配線を短くします。チップレットは機能台の分割。ロジックホールディングはさらに細かな回路ブロックの再配置です。どこまで細かく分けるか、細かいほど近接効果は増え、設計と検査は難しくなります。電気的に近づいても、接合界面、別工程、別ぶどまりは残る。1枚と完全に同じではありません。熱、クロック、電源、検査、修理、ぶどまり、標準化、EDA、夢の技術ほど、ボトルネックは団体できます。配線利益、熱、電源、検査、接合方式を順に確認し、成立する場所だけを積みます。2026年時点ではメモリー積層や製品化が先行し、最流度のロジックフォールディングは開発と研究が続きます。将来の AI チップは演算、記憶、通信、電源、光を縦と横へ分担させるでしょう。ロジックフォールディングの本質は積層数ではなく、配線距離を削り、機能ごとに最適な場所を与えることです。性能を決めるシェル体は、1枚の台から複数台、記憶、IO、電源、冷却を統合したパッケージ全体へ移りました。ここで巨大な例外、セレバラスのメハースケールエンジンです。メハー1枚を演算機として使いますが、レチクル限界と矛盾はしません。通常の1枚台、切り分けて再接続するチップレット、切らずに複数ロコーフィールドをつなぐ WSE、3つは製造境界が違います。モノリシック SOC は CPU や GPU、キャッシュ、IO を1枚へ統合。チップレットは複数の腹から用をパッケージで再統合します。WSE は約 26×33mm のフィールドを多数録音し、境界をまたぐ配線でウェハー上のまま接続します。これがスティッチング。台を切り出してバンプで結ぶのではなく、同じシリコン上でフィールド境界を縫います。WSE 内部の体では論理区画であり、独立したシリコン片ではありません。だから物理チップレットではない。巨大面積なら欠陥は避けられない。セレバラスは不良コアや経路をソフトウェアで外し、残る良品を使います。冗長コアと冗長リンクが故障を迂回させる。無止まりを完全無欠ではなく、機能する全体として定義し直します。AI 演算は多数の同型タイルへ分散しやすい。少数の欠陥を無効化しても、全体性能の低下を小さく抑えられます。GPU 群はパッケージと外部ネットワークを渡る。WSE は同じシリコン上のノックで広くつなぐ。通信距離が異なります。WSE 内部は大管通信ではないため、シップレット向けファイヤー UCIe でタイル同士を結ぶわけではありません。演算機の近くへ分散 SRAM を置くことで、低遅延と巨大な内部帯域を得ます。代わりに容量は HBM より小さい。WSE は巨大な2次元スケール。ロジックフォールディングは上下距離を縮める3次元設計。狙いは近いが、方向が違います。ウェハー全体へ均一に電力を入れ、熱を抜き、外部 IO へつなぐ。巨大化はパッケージと冷却を特別な設計へ変えます。計算面積が増えれば、ホットスポットと電圧効果も面で管理する必要があります。演算タイル、分散 SRAM、ルーター、外部 IO、冗長性。ウェハーそのものが一つの演算システムです。普通の巨大台なら欠陥1個が致命傷。WSE は欠陥を含む前提で、使える領域をネットワークへ編み直します。ハードウェアの傷を検出し、ルーティングと処理配置を変える。ぶどまり問題の一部をソフトウェアが吸収します。各タイルへ演算、SRAM、ルーターを繰り返し配置する規則性が、欠陥迂回を可能にします。ただしレチクル境界、電力、熱、外部帯域、製造装置、運用費は残る。魔法で限界を消したわけではありません。一ロコ1台でも、切断再接続でもない。WSE はウェハースケールのモノリシック SOC と呼ぶのが最も近い。物理境界で見れば1枚。論理的にはタイル群。名前を決めるときは、どの境界を指すかを明示します。レチクル限界を否定せず、複数フィールドを縫い、
欠陥を許容する設計思想を変えて壁を越えました。チップレットは再利用と意思統合。WSE は巨大な低遅延平面。どちらも正解ですが、得意な計算が違います。WSE の内部タイルは演算、記憶、通信を繰り返す細胞です。切らないことで広い面を一つの体にしました。次の問いは、作れるかではなく、その巨大なカラ体が何に勝てるかです。WSE3 は90万 AI コア、44GB の分散 SRAM、毎秒 21PB の内部帯域。速い。でも、巨大モデルを全部置くには容量が小さい。ウェイトストリーミングで必要な重みを外から送りますが、転送が演算より遅ければ WSE は待つ。強さと弱さは、記憶の距離にあります。それでも需要と契約は拡大している。価値は万能な GPU 代替ではなく、高速推論容量に見出されています。利用者が感じる速さには、最初の1語までの時間と、その後の言葉が続く感覚があります。後者で低遅延が効きます。AWS が示した分担では、トレイキアム3が入力全体を処理するグリーフィル、セレバラス CS3 が1語ずつ出すデコードを担当します。グリーフィルは入力をまとめて並列計算し、KV キャッシュを作る、大きな行列演算が中心です。画像や音声では、その特徴を作るエンコードが前段へ加わる。入力の種類ごとに専用設備を置けます。デコードは、直前の結果を待って1トークンずつ進む。工程を分ければ、重いグリーフィルが生成の感覚を乱しにくくなります。推論エンジンは要求をまとめ、KV キャッシュを管理し、モデルを分割し、最適な設備へ仕事を配ります。分散 SRAM、低遅延ノック、速い蓄次生成が強み、容量、外部帯域、設備費が弱み。だからデコード専用という輪郭が見えます。ただし勝ち筋は証明途中。KV 転送を含む総処理量、100万トークあたり原価、稼働率、粗利率まで勝つ必要があります。将来像は WSE の近くへ大容量メモリーを置き、外部を光や溶列など構成です。ここからの数値は製品発表ではなく技術的な過程です。第1階層は超高速 SRAM、第2は近接 HBM や積層 DRAM、第3は大容量の外部メモリー、速さと容量の谷を中間層で埋めます。数百 GB 級の近接メモリーが加われば、重みと KV キャッシュを外部から毎回運ぶ負担を減らせます。デコードでは1語ごとに重みを読む。外部 IO より何十倍、何百倍も速い近接帯域は、待ち時間を大きく縮める可能性があります。光 IO は、グリーフィル側から巨大な KV キャッシュを運び、複数 WSE を結ぶ経路になり得ます。遠距離での帯域と電力を改善します。ただし光も無料ではない。変換器、レーザー、実装、熱、故障、費用を含めたシステム効率で評価します。位相構成は、SRAM や熱いデータ、近接メモリや重みと KV、外部へ巨大な保管領域、光が階層間を結びます。夢は近接大容量メモリーと光を備えた WSE。現実の勝ち筋は、まず低遅延デコードへ集中し、和のアクセラレーターと共存することです。入力は並列に読み、記憶を渡し、出力は1語ずつ生む。巨大な1枚が勝つ場所は、すべてではなく、待ち時間が最も高価な場所です。小さく分ける技術も、切らずに巨大化する技術も、目的は同じです。計算と記憶と通信の距離を、物理の中で勝てる形へ変えること。境界を作る。境界をつなぐ。必要なら上下へ折る。一つの車体へ戻すのではなく、違う役割が壊れず共に働ける距離を設計する。性能を決める主語は、もう一枚の台だけではありません。パッケージ全体、電源、冷却、ソフトウェアまで含むシステムです。未来は待たず、接続して掴みましょう。